やー、イヤホン買ってるかい？現在午前3時前だが、熱帯夜で寝苦しくって目が覚めた。今回も、中国からやってきた、イヤホンの話をしていこう。さて、前回は、サウンドピーツの新しい小型軽量イヤホン、ミニを紹介した。こちらがまた音の広がり、高音域のキレ、低音量感と、完成度の高い密閉型として、ミニの名前にふさわしくない完成度だったんだが、今回も、普及価格帯とは思えない完成度の1台が届いたぞ。今回登場したのは、サウンドピーツエアさん。エアの名前通り、これは半開放タイプのイヤホンだ。半開放タイプでピンとこない人は、エアポドスを想像するといい。エアポドスの累計機は、色々と登場しているが、2021年のサウンドピーツ本気バージョンが、このエアさんというわけだ。どこが本気かというと、まずチップに QCC3040 を採用していること。つまり、アプト X アダプチベに対応してるってところ。なぜか、このタイプのイヤホンはアプト X に対応しておらず、AAC までの対応の場合が多いんだが、最近の大安牌、性能と安定性を保証できる、QCC3040 チップを採用することで、低遅延、低電力、そして高い安定性を実現している。このタイプで、QCC3040 という条件は探している人も多いはずだ。本体は非常に小さく、また、ケースも小さい。持ち運びがより容易になり、本体の取り回し、質感も良好だ。皮脂や指紋が目立つ上に耳から脱落しやすいプルプルの表面仕上げではなく、全体が手がよく止まる加工が施されており、このおかげで耳への安定感も高い。連続動作時間は5時間。より長いモデルに比べると短く感じちゃうかもしれないが、これは本体に内蔵されているドライバが非常に大型のもので、このサウンドを実現するために必要な電力が、そのまま連続動作時間に現れている、という感じだな。遮音性考えるなそんなもん。ケースは小型ながら、合計 17.5 時間の動作時間を提供するぞ。タッチセンサは、上部のロゴパーツの部分をトントン押すと認識しやすい。その部分だけ感触が違うので、感知ミスも起こりにくい仕様だ。さらに、類似のライバルに比べて優れているのが、ゲームモードの搭載と、着脱時の再生コントロール。人の話を聞くときにポンと耳から外すと、自動で再生が止まる。片耳で再生を続けたい場合は、もう一度本体右をポンポンと2回叩けば再生が始まるし、もちろん会話が終わった時には耳に戻しても再生が始まる。検出の精度も良く、耳に収めてる間は再生が中断しないので、実用的なセンサーだ。遅延を気にしてアプト X を選んでいる人には、ゲームモードもありがたい。一人で利用している時には不安定さは感じなかった。ゲームモードに入る操作は、左のセンサーをトントントンだ。というわけで、足回りは十分。連続動作時間もドライバーを考えればしっかりとしている。加えて、このエアさん、振動板にも秘密がある。そこら辺を音色と合わせてみていこうか。エアさんに採用されているのは、14mm 強のダイナミックドライバー。これだけだと他社ライバルとそう差がないんだが、この半開放というジャンルには、大きく分けて、14mm のドライバーを採用しているものと、12mm のドライバーを採用しているものがある。個人的に当たりが多いのは、14mm 振動板採用のものだな。音に深みがあるというか、表現力があるという印象。加えて、さらにそこからライバルより一歩優れた点もある。エアさんが採用している振動板は、他のライバルが採用する複合樹脂振動板より、ナチュラルな音色が魅力なバイオセルロース振動板。カタカナではわかりにくいが、早い話植物性繊維を固めて作った、紙素材に近いが、紙より耐久性や表現力に優れた振動板だ。この振動板を採用しているせいか、エアさんはとにかく自然。他のエアポドス類型機は、そのほとんどが低音域の膨らみを感じる、温かみの印象の強いモデルなんだが、このエアさんは、それら半開放型の特徴を排し、デスクトップスピーカーで聴いているような音色だ。そして、低音域の臨場感。ここは半開放型らしく、しっかりズンズンとくる。サブベースはさすがに逃げちゃうが、それでも映画を見ても臨場感にしっかり浸れる音色だ。空間もしっかりと自然で、イヤホンっぽくない体験をしたい人におすすめだな。他の半開放型と比べても、特に音色の自然さがとにかく感覚と全くずれない。スピーカーから音を出しているのか、悩むくらいに自然な音なんだ。もちろん、装着による疲れはこのタイプのイヤホンには全くない。これでスペック上も優位だって言うんだから、サウンドピーツの本気度がわかるな。
正直、高価格モデルは1000級のオーディオブランドに並んだと思ってたんだが、これがまた、5000円程度のモデルももはや1000級だと思い知らされたぞ。エア3もミニも、非常に気合の入ったモデルだが、半開放とかなる、という違いがあるので、そこで選ぶのがいいだろう。ミニにはミニの、エア3にはエア3の良さがあるが、個人的には、QCC3040 採用とバイオセルロース振動板採用のエア3は、よりイヤホンマニアでもうならされるレベルのイヤホンだと感じたな。音色を分解してみよう。高音域は自然で、イヤホンらしいソリッドに強調された高音域ではない。また、半開放型で陥りがちな、ウォームな印象もなく、自然になっている感じが強い。振動板のおかげなのかな？ボーカルも聞き取りやすく、適度な空間がある。特に低めのボーカルの表現力に魅力を感じた。子供の声、高い女性の声も聞き取りやすく、また刺さりが全くないのが魅力。ここに自然な空間表現が加わるので、他のカナル型より自然な聞こえ方が楽しめる。大口径のドライバーから出る低音域は、イヤホンとしてとても自然。サブベースはそれほど出ないが、暑苦しすぎず、それでいてパワフル。ドライだったり個性で攻める最近の密閉型イヤホンに比べてとにかく自然で、なおかつ古典的な開放型よりもちゃんと音が出る。映画から音楽まで過不足なく鳴らせる感じだ。半開放型は、正直なところ、今までは半開放型だから、と装着感と引き換えに音質評価を甘くしていたところがあったんだが、エアさんに関しては、そこから一歩進んだように思う。特に、5000円クラスの半開放型の中で、最もそこにあるスピーカーから音が出ているような、驚くほど感覚にしっくりくる音色が出たぞ。それでいてチップセット、接続強度、安定性、遅延、どれも不満がない。特にレトロな収録の曲に合う温かみと、うやむやにならない輪郭の両立。個人的に半開放型の無線機に求めていたものが全て入ってるレベルだ。いや、今回のサウンドピーツは頑張りすぎじゃないか？弱点は、本気のあり方と麻薬のものを聞いた時に感じるな。刺さるような高音域、ブリブリの低音域など、中華イヤホンが出す強調した高音域、サブベースは期待できない。高質さや強調された低音域は、本気の持つ自然さと相反するものだ。温かみがあって、自然。そのベクトルで満点の一台なので、高音域がソリッドあることが大事な電子音楽や、サブベースが重要な楽曲では、相性が悪いかも。そういうのはミニとか、ハイブリッドモデルとかに期待すべきだな。というわけでまとめてみよう。ゲームモード、アクトアダプチで対応。5時間のバッテリーに、耳から外すと自動停止。ケースも小型で、本体も全体に滑り止め加工。シンプルながら完璧だ。音色は今までの半開放型より2枚ほど殻を突き破った自然さ。刺さらず、広く、包むような音だが、柔らかすぎず、映画を聴いても臨場感はしっかり、より大きなスピーカーで聴いている感じ。強調がないので、強調された楽曲や音源にはちょっと物足りなさを感じるかもしれない。完璧な自然さゆえに、化学調味料てんこ盛りのイヤホンを聴きまくってると耳が物足りなく感じるかも。程度の弱点以外は完璧な自然さと、パワフルさ溢れる低音感。自然な音色、なのにクリアで低音もたっぷり。レトロな音源から、最新の映画まで、イヤホンを気にしないで聴ける完璧な一台だぞ。完璧ゆえの電子音楽系への相性だけ考慮すれば、誰にでもおすすめできるな。おすすめだ、買え。と、こんなところだな。こちらはちらほら絶賛されてる噂は聞いてたが、そりゃこれ聞いたら誰でも勧めるよ。パワフルなイヤホンが手持ちに多いので、疲れた時には半開放型を聞いてたんだが、音質に今一歩物足りなさがあった。それを吹き飛ばしてくれたエアさんとは、長い付き合いになりそうだ。と、いったところで今回はここまで、明日は注目の有線機がスタンバイしてるぞ。これはサウンド P2 Air 3の録音テストです。マイクの音量はブーストはされてないんですが、ノイズキャンセルはちゃんと効いていて実用的だと思います。